んにちは、インクレディブルーのグミです。先日こちらのノームがダンスする作品を作りました。このように可愛くダンスするカードです。今までダンスをする作品たくさん作ってきたんですが、こちらはタグです。スノーマンのダイカットを使ってこのようにダンスさせるタグにしました。こちらはダイカットとスタンプを組み合わせてダンスします。このように。こちらのボードはイースターの時に作ったキットだったんですが、うさぎさんがこのように可愛くダンスします。そして今年の夏に作ったこちらはポップアップの作品なんですが、このように開くとダンスする仕掛けになってます。こちらの仕掛けは少し難しいんですが、今日は簡単にノームがこのようにダンスする仕掛けをご紹介していきたいと思います。基本的なことがわかると応用も効くと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは始めます。はじめにご用意していただきたいのは、スタンプですと同じスタンプを2つ押してください。そしてこのようにカットしてください。ダイカットですと上は上、下は下という形になるかと思いますが、真ん中重なる部分は必ず作ってください。このようにどうしても重なる部分がございますので、半分にカットせずにとりあえず2つご用意いただいて、このように目とか鼻は上だけ作るという形にした方がいいかと思います。そして今このように重なる部分をこういう風に残して上と下でカットしてます。そしてこのようにスタンプで上の跡が残ってしまうと、こう動いた時におかしな感じになってしまうので、下の部分は裏に返して使っていきます。こうですね。そうするとこのおひげのスタンプなどが分からずに回転した時に綺麗にできると思います。例えばこちらのスノーマンをカットしていきます。なるべくこのように上と下と分かれる時にベルトやマフラーなどこう間が境目がごまかせるものがある素材がいいかと思います。こちらはマフラーで上をカットして、下はこのように丸くカットしていきます。丸くですね。ここがパツンとしてるとこう見えた時にかっこ悪いので、丸く切った方がいいです。こちらもですね、このように下半身の方は回った時に丸く見えた方がいいと思います。そして今こちらのスノーマンをカットしましたが、これもこのように動いた時にマフラーが見え隠れするのが気になるなというのもあるので、こちらも裏返して使おうと思います。その時はこのような簡単な絵ですと私でも描けますので、こんな感じで下手ですけどバッテンを描いたり、ここは後ろからこのように線を入れてあげると失敗がなくていいと思います。表からだとピッと描いてしまったりするので、後ろからペンを前に持っていく感じにするといいです。これで作っていこうと思います。色を塗っていきます。
それでは仕掛けについて説明していきます。皆さんに分かりやすいように色を変えて説明していきます。まずこちらの引っ張るプルタブと呼ばれる部分なんですが、プルタブはある程度しっかりしていた方がいいので、厚紙でもよろしいかと思いますが、このようにカードストックを2枚重ねて貼り合わせても構いません。ある程度の太さがあった方がいいので、4分の3インチあるいは 1.5 センチから2センチぐらいあるといいと思います。これぐらいの厚さだとしっかりと引っ張る部分ができます。ダンスの仕掛けはこのようになっています。そして素材の上下を貼り付ける、今この赤と緑のパネルがあります。それをブラッツで引っ張ってます。そしてこことここは固定しています。これでダンスの仕組みになってます。こちらはこのように16分の1の穴をプルタブに開けてあります。そしてここの部分ですね。こちらの赤と緑のパネルの中心の部分には8分の1の少し大きいサイズの穴を開けます。そしてプルタブの後ろからブラッツを通してこのように刺して、これでとりあえず仕掛けはできているのですが、なぜここの穴が大きくないといけないかを説明していきます。これを分解してみますね。ここを固定したときに、今穴の一番下をこう動かすと、ここを中心に弧を描いているのがわかるかと思います。そして穴の一番上を動かすと、このように遊びの幅ができます。こちらは穴がどれも同じサイズですね。真ん中の穴が16分の1の穴のサイズにした場合ですね。こちらも分解してみます。こちらは穴が小さいので遊びの幅がほとんどないです。少しだけですね。遊びの幅の違いがわかるかと思います。そしてこちらを動かしたとき、重なる部分がここからここまでになります。でこちら側は穴が少し幅がありますので、一番下がここ、そして一番上だとこのようになります。そうするとここからここまで動くということになります。もう一度組み立ててみます。こちらが8分の1の方です。こち
ちらが16分の1の方です。動かした時に振り幅が8分の1は大きいのですが、先ほどの線から線ですね。16分の1はこのように小さいことがわかります。先ほど線を引いたラインからラインまでになります。なので大きくダンスをさせたい場合は、ここの穴に遊びを作った方がいいので、取り付けるときに一番ギュッと真ん中に寄せて振る。一番遠くまで動いてくれるようにした方がいいです。それでは仕掛けを台紙に貼り付けていきますが、このように作ったものもあるのですが、皆さんに分かりやすいように何も背景を作っていないもので作っていきます。まず先ほども言ったようにこちらを固定します。固定するときは16分の1の小さな穴でいいです。ここも大きな幅にすると遊びが大きすぎてガタガタ動いてしまいます。ここを止めたら次をここを止めるんですが、その時に真ん中にギュッと寄せてください。このぐらい遊びで動きがあるので、真ん中が一番近寄った時なのでグッと寄せておきます。これで仕掛けを止めるのが完成です。そしてこのプルタブが表側に見えているとかっこ悪いので、グッとくの字の反対、くの字の反対の時にブラッツがここまでなので、ここからここに線を引いて、今ペンで描きましたが、皆さんは鉛筆かフリクションペンで描いてください。そしてここを少し大きめにカットしていきます。ここをまず通します。そしてここを取り付けます。ここが少し当たっちゃう場合はハサミでカットしましょう。カットですね。こちらの赤い紙も当たるようでしたらカットしておきましょう。そしてプルタブがまっすぐこのように斜めになったりしないように、まっすぐ動くようにこのようなバンドを取り付けます。あまりきつくない方がいいのですが、緩すぎても動いてしまうのでまっすぐ行くようにしましょう。そしてここに素材を取り付けていきます。ここは
ツがあるのでポップアップさせていきます。このようにポップアップのホームに少しブラッツの分穴を開けておくといいと思います。別になくても大丈夫なんですが、剥がれやすくなってしまうかもしれないので、このように貼ってあげるとブラッツをですね、ブラッツがこのように穴から出るぐらいにしておいた方がいいと思います。そして貼っていきます。まず真ん中にセットします。そしてここから見えないぐらいにくっつけます。だいたい真ん中に中心が来るようにして、こちらは絵柄の形になるようにして貼ります。動くかどうか確認してみてください。どこか引っかかってるところはないですか？はい、真ん中にして、今ここのブラッツがこのように裏にすると動くのがわかると思いますので、ここにはテープを貼らないようにしましょう。こちらダイソーのホームテープなのですが、すごく剥離紙も剥がしやすくて使いやすいです。はい、ここに貼り付けます。これで完成になります。プルタブが少し長いのでカットします。プルタブの部分が分かりやすいように何か目印をここにつけておいた方がいいかと思います。リボンをつけたりしてもいいですし、このようにダイカットを貼ったりしてもいいと思います。プルタブの部分が分かりやすいようなダイカットの型も売ってますけれど、私はこのように自分で何か貼って目印をつけるのが好きです。そして裏側なんですが、ここの部分を少しこのプルタブに沿ってカットしてあげると、ここが短くてもつかみやすくなります。そしてこのカットしたものを一番奥に差し込んだ時にこのプルタブに貼ってあげると、裏から見てもわからない感じになるかと思います。こうですね。じゃあ合ってたかな。こうですね。こうなってます。こっちがわかりやすいですかね。このようになってます。このように2つ3つと動かしたい場合は、今のやり方でプルタブを切り込みを入れたやり方だとプルタブがつながってますので表面に見えてしまうので、その場合はプルタブは切り込みを入れずに上に紙をこのように貼っていきます。そしてここのブラッツの部分が見えるように穴を開けます。そしてここに丸いポップアップホームですね。ここのブラッツの部分にこのようにドーナツ型にしておくとブラッツが出っ張りが隠れるかと思います。
こうですね。このようにしてあげると、ここに穴を開けて、この穴からフォームが見えるように貼ります。ちょっとこれ位置が。こうですね。2つ3つとつける場合は、このようにして、この上の台紙に穴を開けてブラッツが見えるようにしてあげると、いくつも動かすことができます。こちらはちょっと応用編なので、まずは一つ動かす方法から始めていった方がいいかと思います。ある程度このようにできるようになった時は、穴を開けてからバックグラウンドのデコレーションなどをしていった方がいいと思います。いかがでしたでしょうか。今日はダンスをさせる仕掛けの方法をご紹介しました。全部を作る方法ではなくて、仕掛けを作る方法だけをちょっとご紹介したんですが、このように動かすととても楽しいです。これはちょっとダンスさせてみたいなという思う素材が見つかったら、ぜひ作ってみてください。とても楽しくなります。こちらをクリスマスのオーナメントとして飾ってもいいですし、もちろんカードに仕上げてもいいと思います。こちらのスノーマンのようにタグにしてもいいですし、あるいは先日作ったフラットボックスファイルなどのこのように表紙に貼ってもいいですね。エンベロープの蓋にくっつけてあげたりしても面白いかと思います。いただいた方が開ける前に遊べるのも素敵だと思います。ぜひいろいろ作ってみて楽しんでみてください。今日はこの辺で失礼いたします。最後までご視聴くださりありがとうございました。